動力って差別？今日その考え方についてお話ししたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。先日日本から帰ってきました。今、アメリカ・テキサスにおります。愛知で開催された初音メッセ、そして初書籍の講演会にいらしてくださった方に、本当に感謝です。誠にありがとうございました。すごい楽しい時間、そしてサインさせていただいてすごい良かったんですが、この本、今でも1位になっている本を買ってくれた方に感謝もういっぱいです。ありがとうございます。そしてまだ手に入れてない方がいれば、ぜひこちらの QR コードに行ってご注文をお願いいたします。いろいろ今日の、関連していることも書いてあるので、ぜひ、お読みください。よろしくお願いいたします。イベントの前に3、4人で、関係者と3、4人で食べに行った夜があったんですよ。その時に食べながら、ちょっと自分焼酎大好きなんで、久しぶりに飲んでみたら、いろいろ面白い話になって、その時に、相手の日本人3人と私なんですが、笑いになった。笑わせるつもりじゃなかったんだけど、いや、努力なんてもう差別だよって、努力してはいけないって、この時代って。努力ということが一切いいことではないっていう。こう言ったら、周りの人たちは笑ったんですよね。いや、本当だよ、今って。昔から努力。例えばスポーツやって競技して1位を取ることは目指すことは当たり前だったんですが、最後にビリの子たちにかわいそうじゃないですか。ついていけないことが。わかるその考え方が。1位の子があったらもう下の子もいて平等じゃないんじゃないかと。1位、2位、3位の子だけメダルもらうのは下の子たちがそこまで努力できなかった子たちにとってはちょっとフェアじゃないんじゃない？かわいそうじゃないですかって。わかるその考え方が。それが始まると、どんどん1位を目指すことがどんどん悪い意味になってくると思う。ついていけない子たちがいるから、もっと上を目指すんじゃなくて、下の子たちに、できない人たちに合わせていくという考え方がどんどん普通になってきた。ちょっと前に思い出して、これ、俺ももう今でも聞くたびに腹立つんだけど、2位じゃダメなんですか？多分覚えてる方がいっぱいいると思うんですが、スーパーコンピューターをやってる子たちが当然だと思うんですが、1位を目指して、それでもある議員さんに、2位じゃダメなんですかということを言われたときに、多分その学生たちと先生たちも、みんな日本人のほとんどの人と、俺もアメリカ人としてそれ見て、えでも、その時気づいたことあります。日本もその考え方がこれから普通になってくると、アメリカみたいにどんどんおかしくなっていくしかないんですよね。今回、もう笑ってくれた日本人の友達、この話がさらに、ちょっとやればやる。やっぱり日本でも同じような考え方があるということを聞いて、私もさらにショック受けました。やっぱり立つこと、努力することが、決していいこととしては認められないこともある。おかしくないんですか？アメリカはね、こういう考え方になってきたんですよ。まずは、結果を残すには、1位を目指すには努力がいる。難しいことであるから、最初からやらない方がいいと。えスティーブさん何言うそういうこと。ゴールを持つことが、そのゴールに向かって頑張ることが難しいから、誰でもできることではないので、最初からやらない方がいいと。努力しないことは逆にいいことになる。法律守らない、自分の自己管理をしない、自分のベッドメイキングしない根本のレベルから努力っていうのはよろしくないこと。例えば大学、学校の中でものすごい勉強で頑張る。1位を目指す。自分のクラス、授業の中で、高校の中で1位、2位を目指すことは素晴らしいことだと思う。でもついていけない子供がいっぱいいるから、努力ということ自体がよろしくない、もう批判されるようになったって。そうなの？そうなんですよ。この考え方が普通になってくると、下から上に行けるように努力するよりも、どちらかといえば足を引っ張ってる方の人たちの方に
行っちゃったっていうこと。そっちの方の考えた。できない、ついていけない人たちは優先。この本でも言ったように、常識というのは180度に全部真逆になっているところがものすごく多いです。私が生まれたアメリカ、自分も若い時に初めて行った日本もそうなんですが、実力で頑張る人、頑張れば頑張るほど、大学で頑張れば頑張るほど、社会人になってから会社で頑張れば頑張るほど上に行ける。これはもう普通の考え方。今でもこの動画見てて、スティーブ、それ普通じゃないかって。私たちもそう思うかもしれないんですが、どんどん普通じゃなくなってきたことを今日、皆さんに知らせたいんですよ。これはね、かわいそうじゃないかってこっちは。できない子たちもいるから、ここできる子とできない子の間の差がフェアじゃないという。どんどん社会主義者、共産国っぽい考え方になってきたんです。左寄りの人たちがいつも言うんですよね。なんていう、優しく聞こえることなんだけど、無意味なこと。というのは何が無意味かというと、アメリカ、日本もそうなんだけど、権利に、機会に、オパチュニティに平等。誰でもスポーツに参加したいのは誰でもできるんですよ。権利が平等であれば誰でもできる。だからって、結果が平等と限れないんですよ。結果が、この子でできる、できない。この子が算数に強いから、もちろんこっちね、上になる。この人はバスケットできるんで、もうついていけない人もいることが普通だったんですが、いつの間にか常識、普通の考え方がおかしくなった。我々、普通の考え方を持っている人に責任があることは私は思います。この動画を見てて当たり前じゃないですか、努力して。1位って誰でも1位になれるわけじゃないって、これは当たり前じゃないかっていう思ってる。私も全く同じ考え方なんですが、どんどんこの他の考え方、社会主義者っぽい、すべて平等、平等、この世の中の平等、素晴らしい考え方なんだけど、現実ではないこと。私たち何も今まで言わなかったからこそ、こんな考え方がどんどん普通になってきた。ということは、もう今、努力イコール差別。努力する人たちが悪い。努力しない人たちが悪くないよ。全然普通努力しなくても全然 OK って。努力しないことを認めなきゃいけないことになっちゃって、こっちをもっと努力しなさいって言ってはいけない。上から下を見てそれ言っちゃうことがよろしくない。差別的なことになる。できないことの人たちのことを考えてないという。いつの間にかそういう考え方がもう普通になってきたことが非常におかしいと思います。昔のことを思い出します。うちのあっちゃん、息子のあっちゃんが水泳をやってたんですよね。水泳っていうのはやっぱりスポーツとして本当に努力しないともうやっぱり、よくならないんですよね。強くならないスポーツ。やっぱり大変なことがあって、いつも言ったんだけどね、たまにやっぱり本人が若い時はもう負けた、誰かに負けた、勝ちたかったんだけど、2位で終わった時があったんだけど、2位じゃダメなんですかとかっていうことじゃなくて、1位を目指した、自分のベスト尽くした、自分を一生懸命やった、トレーニングもすべては。やったなれば、2位でも何の恥ずかしいことはないんだけど、次は1位を目指せば、1位をさらに目指して頑張れば、次は勝てるように努力すれば、という教育が普通だったと思うんですが、努力しなければ乗り越えない壁が出てくるんじゃないですか、人生に。間違いなく。間違いないことでしょ。そうなった時にその人はどうなるのでしょうか。できないという。努力って分かんないって。できないと。その人にとって、そういうふうに教育された人にとってはフェアじゃないんですよね。若い時から正しく努力が必要。できるとできない子がいる。この世の中にね、オパチュニティがみんなにあるからって、結果が平等だっていうことがありませんということを教育することは普通じゃないでしょうか。当たり前じゃないでしょうか。逆のことを教えると本当に無責任だと思うんですよ。子供たちにとって。大人になってできなくなったら誰が責任取るんですかって。そういう話なので、常識、常識を取り戻すことは、お互いに大人として責任のある大人として次、子供たちに正しいことを教えられる、これからの国のためにも、にじゃダメですよということは教えておきましょう。努力が
サムズアップなことだということは、これから子供たちに教える必要があると思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スティーブ的視点のオンラインショップがあります。stevepov.jp ウェブサイトこちらに入れとくんで、キャップ、T シャツ、ステッカーなどのものいっぱいあるので、ぜひチェックしてみてください。日本国内から発送しますので、ウェブサイトの方をぜひチェックしてみてください。最後に、今日のトピックはね、一部この本の中にも書いてあるんですが、そのような話なんですよね。これからの日本とアメリカのことのために初書籍を作らせていただきました。Amazon に1位、になっているので、ぜひチェックしてみてください。努力して1位を、トップを目指して頑張って、お互い周りの人たちに笑顔で、できない人たちももちろんいる。この世の中なので、助けることとか、手伝ったりする、教えたりとかってすることは普通なことだと思います。しかし、1位を目指すこの足を引っ張ることが非常によろしくないことを、今日のメインポイントなのかなと思っております。ではまた次回まで日々前進、前向きにサムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では。